最近いろんなプロゲーマーの配信とか、配信の切り抜き動画とか、そういうのをたくさん見させてもらって、あの時代、俺、見てたらめっちゃ盛り上がったのにな、すげえ悔しいなっていう気持ちっていうのがありましたね。で今振り返っても、あの時ってやっぱすごかったってご自分でも、これは思うんですか？そうですね。僕がやっぱり一番、盛り上げたのは、やっぱりあそこの試合は、自分の中でも1、2を争うんじゃないかなぐらいの盛り上がりがすごかったですよね。2017年のカプコンカップがおそらくきちんと見た初めてのゲーム、特にストリートファイター格闘ゲームの配信だったんですよね。で、今までってゲームってやっぱりやるものっていうイメージで、でも僕はプレイヤーとしてはもう全く指が動かない人間なんで、全然自分にはもう関係のない世界だなって思ってたんですけど、こんなに面白いんだ。いろんな特徴を持ったキャラクターがいて、で、さらにその裏側にプレイヤー、そのプレイヤーのキャラクターがまたいるっていうのが、あんまり自分はその2017年の時点まで想像していなかったというか、それがそんなに面白いことなんだっていうのが分かったのが大体もうそれ2017年ぐらいの感じだったんですよね。はめこさんとか R さんの実況解説とかを含めてエンターテインメントとしてすごく魅力的なものになっていたな。だから僕のような格闘ゲームにそこまで思い入れがなかった人間が今に至るまで見るような感じになったんで、やっぱすごかったんだなっていうふうに思いますね、それは。長年の下積みがあったというか、やっぱりそのストリートファイター2が出てきて、大抵のプレイヤーたちはやっぱ遊びとしてだけやってたと思うんですけど、でも中には仮に注目されたとしたら、こういう風なことを世間にアピールしたいんだよなっていうプレイヤーが本当に少数ながらいたんですよ。そういう方々が、地道になんというか、そういう強い思いを持って、プレイしてたから、今みたいなものができたのかなっていうのは思いますけどね。僕からするとその格闘ゲームって僕は2のね、時代で初めて格闘ゲームに触れたぐらいの人間で、ストリートファイターなんですよ。格闘ゲームイコールニアリーイコールストリートファイター、あとちょっとだけサムライスピリッツがあるぐらいの感じなんですよね、僕は。で、ぶっちゃけそのストリートファイターシリーズと他各系、いろいろあると思うんで一概には言えないと思うんですけど、何がストリートファイターに時戸さんをつなぎ止めてるなみたいな、ありますか？これはですね、もう一言で言ってしまえば、僕は人です。そのゲームのシステムとかではなくて、それをやってるプレイヤー、ちょっと他の方々を下げるわけじゃないんですけど、やっぱりストリートファイターをやってるプレイヤーの人たちが魅力的に感じましたし、この人たちと一緒にゲームできたら楽しいだろうなっていうふうに思えるのが一番がストリートファイターだったなるほどですっていう。2018年のそのガチ君が優勝した時に、ガチ君がインタビューで、今回は勝てたけど、これでラシードがもしかしたらナーフされるかもしれないから、来年は来年でまたいろいろ考えて頑張りますっておっしゃってた。そんなような、多分そのような内容のことをおっしゃってて。で、僕は、調整っていう概念も知らないわけですよ。はってなって、ラシードが弱くなるってどういうこと？調整っていうのは、そもそもどのぐらいの時期に一般化していくんですか？これって、根本にあるのは、そのメーカーさんのビジネスなんですよ。同じルールでずっとやっぱり人間やってると飽きるじゃないですか。だからそこを解消するために、やっぱ今あるルールをちょっと変えて、飽きないようにして、プレイヤーの数を維持するっていうのが目的でやられてることが、根本にあって、なんていうか内容だとか、どのぐらいの期間でやるっていうのは、もう完全にそのメーカーのさじ加減なんですよ。だからちょっと大変ですよね。僕は今回アトミックブレイバーという小説を書こうって思った、当初は格闘ゲームってそんなに
まあ、1アイテムとして、自分が好きだった、見るのが好きだったから、1アイテムとして登場させるぐらいだと思ったんですよ、当初。で、書いてるうちに、やっぱ調整っていうのが自分の中でずっと引っかかるというか、だんだん面白いなっていう、興味深いなっていうポジティブの方にちょっとね、変わっていくんですよね。僕が観測してる範囲のスト勢の話になっちゃうんですけど、やっぱりいろいろ文句が出るわけじゃないですか。で、それに対して、まあ、プロゲーマーの方も声を上げるというか、ちょっと愚痴ってみたりとか、本格的に声を上げてみたりとか、まあ、いろんなタイプの人はいると思うんですけど、で、一般ユーザーが、そうだそうだと言ってみたり、いやいや、これはこうだからこうだよ、ちょっと擁護してみたりとか、いろんなこの意見っていうのがあると思うんですけど、一般のユーザーさんがいて、プロゲーマーさんがいて、で、メーカーがいて、もちろんこれは上下ではなく、間にプロゲーマーの方が挟まっていて、ちょっとハブのような立ち位置にプロゲーマーさんの配信があることによって、メーカー側もそこを決してないがしろにしないというか、もちろんそこはビジネスっていうね、側面があるのは当然なんですけど、それ以上になんか、やっぱりプロゲーマーの声、ユーザーの声、いろんなものを配慮して調整してらっしゃるんだなっていうふうに感じていて、その辺の、なんて言うんだろう、プロゲーマーの役割のようなものっていうのは何かお考えとかありますか？ですね、まあ、ここの話は非常に面白い話だと思うんで、はい、ちょっとお時間取っちゃうかもしれないんですけど、はいはい、これね、カプコンさんとは正直、その直接的なやり取りってしづらいんですよ。っていうのは僕ら、そのタイトルでやらせてもらってる競技者なんで、そことあんまりなんていうか深い関係を僕は持ちたくもないと思ってますし、持たないようにしてるんですけど、でもその他のタイトルを作ってるメーカーさんなんかの話とかはちょっと聞くこともあって、その方が言うには、今のプロゲーマーの影響力っていうのはもう決して無視できないので、やっぱりネガティブなこととかっていうのは言ってほしくないよねみたいなことはやっぱり思ってるみたいなんですよ。で、まあ、僕らも、まあ、それは重々理解してるというか、僕らがそういうネガティブなことばっかり言うと、それを知らない人たちが見たときに、うわ、なんかこんなところちょっと近寄りづらいなって思われたら、全体としてその縮小してっちゃうじゃないですか。でそこはプロと呼ばれるみんなはある程度、認識した上で発言とか考えてると思います。6が特にそうかどうかは僕はね、さすがにわからないんですけど、キャラの調整、全体システム名の全体の調整も、本当にベストなところ、まあ少なくともベターなところにずっと着地させていってるよねっていうのは、まあ結構皆さん言うじゃないですか。やっぱそれはすごいことなんですよね。はい、すごいことだと。今までのそのゲームの歴史から考えると、まあ個人的に、ここ変えられちゃったかっていうのはあるんですけど、まあでも、全体で見たら、こっちの方が、まあ面白いよなっていう調整になってると思うんで、上手ですよね、今のメーカーさんは。使われてるキャラクターの多彩さがもう全て表現してると思うんですけど、2、3キャラで終わってないですもんね。全然トップ8とかいたら、下手したら8キャラいるんじゃないかぐらいの感じで今なってるから、やっぱそこはすごい苦心されながら、でもやっぱりなんか強い権力を持ってるはずのメーカーさんがプロゲーマーを含めたユーザーに配慮しながら面白いコンテンツにしていこう。でもそこにはね、僕はやっぱりプロゲーマーさんの間にいるっていうのは、なんかすごく貴重なんだろうなっていう気はするんですよね。やっぱり自分が応援してる選手がこの調整についてこういう見解を示す。一定のやっぱり理解しようという気持ちになるじゃないですか、ユーザー側は。なんかそれがすごくいいサイクルで今回っているのかなと勝手にね、思っているんですよ。で、ちょっと話が変わってしまうんですけど、このシステム、僕がこの作中で、この弱体化、ナーフ、キャラ調整というものを、まあ、いわば支配の、まあ、ちょっとした暗喩というか、メタファーのようなもので採用しているんですが、そもそも、時戸さんは、某大学の某院生だった時にですね、そのシステムに対して、とんでもない憤りを感じられ、まあ大きな傷を負ったと著作にお書きになってると思うんですけど、でも e スポーツほどシステムに
支配されてる、まあ、業界というのも、まあ、少ないんじゃないかと僕なんか思ってしまうんですよ。要は、自分が今まで積み上げてきたものが、ある日突然変えられるわけじゃないですか。今までこの技でいけてたものが、途端にいけなくなるという出来事が、まあ、日常的にまでは言わなくても起こる。まあ僕は多いですよね。僕はそういうところをそこに対する抵抗っていうのはゲームっていうことで言うと全くないんですか？まあないこともないですけど、ただその昔、まあゲームのタイトル違うんですけど、すごい僕は楽しいと思ってやってたゲームがあって、で僕実際に勝ててたんですよ。本当に世界で3本の指に入るぐらいの実力を持ってた自信があるんですけど、ただ世界大会とかで勝ったとしてもこれじゃご飯食べられないなっていう現実問題と向き合わなきゃいけなかった時期があって、勝つっていうのはすごい大切ではあるんですけど、それよりもなんかそのもっともっとこのゲーム流行って、それこそもっと勝つのが難しくなっても、もっとその社会とか世間の注目を集められるようなその仕組みにしてくれる方が重要だよなっていうふうに、その時はそう思ったんですよ。でその時に多分そういう経験をしてるんで、まあ個人的に苦しいですよ、やっぱり調整は。僕はやっぱりそういうところをついてキャラを選んだり、そういう戦術取ったりするんで、まあでもこれが長く続いてなんとゲームが盛り下がっちゃうよりは、しっかりとなんかもう一回新しいものを作ってもらって、自分はもうなんとかするんで、っていう風に、まあ、考えた方が、なんか前向きに楽しくいけるだろうなっていう風に自分に言い聞かせる部分もあります。やっぱりプロゲーマーになられて視点が広がったみたいなイメージなのかなって今伺ってて、業界、ジャンル、そういったものに一旦視界が広がると、まあそういった調整っていうのも理不尽かもしれんけど、それはそれで受け入れた上で、まあ自分だったらこれでもなんとかやれるやろっていう自信も当然終わりになると思うんで、はい、そういうバランスなんですかね。そういうバランスだと思います。はい、なんていうかメーカーさんとプロのプレイヤーと、あとはもうちょっとそのカジュアルなプレイヤーがいると思うんですけど、みんなが得をするっていうのは、おそらくこのゲームがもっともっと人の注目を集めて、もっと大きな流れになってどんどん広がっていくっていうところはみんな望むべきところだと思うんで、だからそこはいつも考えるようにしようっていうふうに思うようになりましたね。で今回時戸さんがついに JP を使い始めるということで、どのキャラを選ぶかってもう言ったらプロゲーマーにとっては死活問題なわけじゃないですか。はい、6に関してはどういう基準で選んでらっしゃるんですか？それね、すごく面白い質問だと思うんですけど、僕最初すごい迷ったんですよ。6出てこのキャラ強いってなって、で自分が使うとそんなに勝てないで、で自分が戦った相手のキャラの方は、このキャラの方がどう考えても強いだろうっつって、でそっち使うとまた違うキャラに勝てなくて、はい、そっちに目移りするわけですよ。はい、そんな中で僕そのケンっていうキャラクターを選んだんですけど、自分の戦いたい戦い方を表現できるかどうかっていうのはすごい大切な要素だなと思いました。このキャラだったらちょっと人と違うところを自分の経験を生かせるんじゃないかなっていうのを思ったのが、ケンだったのかな。言語化するのがすごく難しいと思うんですけど、どういった部分が一番自分のなんて言うんだろう、強みというか見てほしい部分ですか？僕6、5とかも多分、いろんなスタイル試したんですけど、相手に対してインファイトを挑みたい人間なんだな、攻めたがりなんだなっていうのは、そう人からも言われましたし、自分って何でもやりますよっていうタイプだと思ってたんですよ。別に勝てればそのガン下がりでアウトボクシングもするし、何でもその時にその強いスタイルをやればいいじゃんっていうふうに思ったんですけど、やっぱ改めてもう一回自分と向き合ってみると、自分ねインファイターなんだなっていうのは
それはやっぱりアイスエイジとか言われてた時代とは違うってことですか？違いますね。あの頃はやっぱりそのレベルも低かったんで、なんていうかそのメーカーさんの強いとされるコードをちゃんとできれば、でも今はやっぱりそのね、調整もありますし、やっぱ一段深掘りして自分という人間がまあどういう経験をしてきてどういう人間なのかっていうのをなんかうまく表現できるキャラクターの方がいいんだろうな。今の現状で言えばやっぱりその JP 使ってみて、より剣の魅力、やっぱり剣のこのスタイルだよなっていうので、正直今の調整って剣ってできることがちょっとね、そんなにできること増えなかったんですよ。単純にそのキャラクターが弱くなっちゃったなっていう印象だったんですけど、でも一回その全く違ったタイプの JP を触ることで、剣のこの戦い方はやっぱ自分に合ってたんだな。なるほど。そういう発見は、ありましたね。YouTube 見てるようなファン層に向けて、ちょっと本の紹介をしたいので、まずコスさんの方からアトミックブレイバーのあらすじ。アトミックブレイバーというタイトルの小説なんですけれども、これが何の小説かと言われると、まあ近未来を舞台にしたアクションもあり、サスペンスも一応あり、世界的な陰謀みたいなものも絡んでくるような、割と風呂敷のね、広げた、作品になっているのかな。で、その中で割とこうユーモアもありつつ、いろんなはちゃめちゃなことが起こったり、自分の今まで書いてきた警察小説的なものだったりとかを読んでた人からすると、ちょっと戸惑うかもしれないんですが、その戸惑いを吹っ飛ばすだけのエネルギーを注ぎ込めたのかなと思ってますし、ちょっとそういう突飛な発想とかをもう結構力技で、物語化できたんじゃないかなと自分では思っているんで、格ゲーを好きな人もそうでない人もぜひ読んでほしいし、格ゲーを好きな人はここの描写は嘘でしょとか、このフレームはおかしいよねとか言っていただけたらいいのかなと思います。格闘ゲームが出てくる小説と聞いて最初どう思われましたか？最初そうですね、格闘ゲームが出てくる小説って聞いて、小説の中の一エッセンスとして使われてるんだろうなっていうふうに思ってて、で実際読み始めてみると、最初はもうあんまりその格闘ゲームの話全然出てこなくて、普通に小説として生成 AI だとか近未来僕らってこういう世界に生きてるのかもしれないなっていうようなそのディティールがすごい精巧に作られてて、これ格闘ゲーム抜きに面白いなっていうふうに思ってて、でいざそのゲームの話が出てきた途端にもうめちゃくちゃそのゲームのことばっかりになっちゃって、あれってああいうふうにわざとなんていうか。そうですね、僕そもそもそのいわゆるプロット設計図っていうのを決めずに書くんですよ。そういうスタイルで小説をずっと一応書いていて、で今回も最初はね、格闘ゲームって僕が単純に好きだから、主人公の趣味の一つとして登場させようと思って、で登場させてみたら、なんかこれうまく使えるなってなんとなく思って、練習するパート、要はゲームパートを書くってなったらやっぱり書きたくなるんですよね。めちゃくちゃボリュームすごかったですよね。シンプルに書いてて楽しかったですね、ゲームの画面は。活字を僕あんまり最近全然読んでなくて、これ割と長編だし全部読めるのかなとちょっとね、最初不安だったんですけど、いざ読んでみるとなんか引き込まれちゃって一気にザーッと最初から最後まで読むことができましたね。格闘ゲーム好きな人にはもちろんおすすめできるんですけど、そうじゃない人にもぜひ読んでいただいて、ゲームの部分以外のところもすごいよく作り込まれている作品だと思いますので、何卒活字が苦手な方でも大丈夫でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、実は僕の知り合いの作家でもスト6めっちゃ好きなやつがいて、
もうリーグとかの結果を LINE で感想言い合うようなやつがいるんですよ。今村正宏っていう作家で、もしかしたら時戸さんと対談できるかもしれないんだよねって言ったら、なんでお前みたいなやつが対談できんねんっつって。めっちゃ綺麗です。